はい、野生ボノモの研究をしている横山拓正です。前回までの動画でですね、1回目、2回目、3回目でですね、野生ボノモの基本的な情報について説明をしてきたんですけれども、今回ですね、ちょっと前回の動画で難しい話をしてしまったので、今回はもうちょっと気楽な感じで、身の回りの生活ですね、そもそもワンバどういう場所なのか、私たち研究者がどういうふうに森に入ってボノボを観察しているのか、そういう話をこれから数回に分けて動画で説明をしていきたいと思います。今回のこの動画ではですね、そもそも日本からまずはどうやって現地に行くのか、ワンバに入るのかという話をしたいと思います。はい、こちらが実際、コンゴ民主共和国、アフリカ大陸の写真なんですけれども、こちらコンゴですね、赤道が通る中央あたりにあるんですけれども、まずは日本から、コンゴ民主共和国、もちろん飛行機で飛ぶんですけれども、こちらのコンゴ民主共和国に行きます。でこのコンゴ民主共和国、もうちょっと地図を拡大すると、このような、写真ですね、コンゴ民主共和国の、地図になると思うんですけれども、まずは日本からですね、ほとんど成田空港を使うんですけども、成田空港、もちろん関西、関空からも飛んでるんですけども、成田空港に乗って、いろんな国を経由してから、まずこの首都のキンシャサですね、キンシャサに、飛行機に乗って行きます。ここのキンシャサに行くまで約20時間ぐらいですね、非常に長旅になるんですけれども、まずはこのキンシャサに行きます。でこのキンシャサからこの次はジョルという場所にですね、国内線ですね、国内線とは言っても実はチャーター機ですね、8人、9人、10人ぐらいしか乗れない飛行機をチャーターしてですね、このジョルという場所に行くんですけども、この地図で見るとちょっとこの距離感というのが分かりにくいとは思うんですけども、キンシャサからこのジョルですね、ちょっと調べたんですけども、直線距離を結んだら約 945km ということで非常に遠い。例えばですと東京山口間というのが935km なので、ここのキンシャサからジョルまでというのが非常に距離が遠いということがわかると思います。でこのジョルに、キンシャサから飛行機をチャーターしてですね、でジョルまで向かって、このジョルから次はこの1回目の動画でも説明したんですけれども、このジョルから2番のルオウ学術保護区ワンバ村に向かいます。このジョルからワンバまでは約直線距離で70キロ、80キロあるんですけども、ここの道のりというのはバイクで向かいます。ただバイクで向かうと言ってでも非常に道が険しくてですね、だいたい約4時間、5時間、長いと6時間ぐらいかかった経験もあるんですけども、ほとんどバイクに揺られながらこのジョルから私たちの研究サイトであるワンバまで向かいます。まずはこのキンシャサですね、日本からキンシャサまで行くこのキンシャサの首都キンシャサの説明をしたいんですけれども、はい、こちらが実際のキンシャサの写真なんですけれども、申し訳ありませんが、キンシャサの首都の様子がどういう街なのかというのは紹介ができないので、このように食べ物の紹介だけさせていただきます。大人の事情でちょっとキンシャサの写真を紹介することはできません。ただご覧のようにとてもこれ美味しそう。実際美味しいんですけども、Google でキンシャサと検索すれば街並みとか出てくると思うんですけれども、ほとんど日本と変わりないような、食べ物が手に入ったり、物が手に入ったりと非常に豊かな、首都だと思います。このキンシャサで、我々、研究者、ボノボ研究者は、調査許可を取ったりとか、あとは政府の方と喋ったりとか、これからボノボの調査行くんですと、挨拶回りをしたりとか、いろんな手続きを取って、このキンシャサから次は飛行機をチャーターしてジョルに向かうわけですね。こちらが、実際にチャーターしている飛行機なんですけれども、このような、本当小型の飛行機をチャーターしてですね、キンシャサの、空港からジョルに向かって約 4,5 時間ですね。先ほど 945km と言ったんですけども、4、5時間ぐらいかけて、ゆっくりと、ジョル、近くのジョルですね、ワンバ村に一番近い町ジョルに向かいます。実際にこれ、その飛行機が飛んでいる時の写真、動画なんですけれども、これはちょっと、ジョルではないんですけれども、途中の燃料補給のために、降りる場所なんですけれども、このように非常に小さな、ちょっとこれ機種が違うんですけれども、このような、飛行機をチャーターして、ジョルからワンバまで、4、5時間かけて向かいます。そしてですね、ジョルの街並みについてなんですけども、こちらも
紹介が申し訳ありませんが紹介ができません。ジョルに着いてからこちらでも、ジョルでも例えば州庁にあったりとかしながら、こちらでも同じようにキンシャサと同じようにこれからボノボの調査に行くんですと、挨拶回りをしながらいろんなものを準備する、または道具を買い揃えて、ワンバに向かいます。その道中なんですけれども、バイクで向かうと先ほども説明をしたんですけども、このように、バイクで、ジョルからワンバまで向かうわけですけども、ほとんどがこの写真のように分かる自然にあふれている場所ということが分かります。はい、こちらが実際に道中ですね、バイクに乗って、ジョルからワンバまで向かう映像なんですけれども、ほとんど獣道というのもあれですけれども、ほとんど舗装されてないこのような土の道をずっと 4,5 時間、長い時は私の場合は6時間ぐらいかかったこともあるんですけども、 4,5 時間バイクに揺られながら、ワンバまで向かっているわけですね。ちょっとこれ見にくいかもしれないんですけども、このバイク実はですね、運転手と、後ろに荷物ですね、アタッシュケースとかあるんですけども、荷物が積んであって、その間に我々研究者が座ってるんですね。ほとんど3人乗りのような状況で、4、5時間もかけてワンバに向かうので、非常にお尻が痛くなる、とてもちょっと過酷な、旅路になってしまうんですけども、このような、バイク旅を経験してワンバまで向かっているわけですね。はい、そしてこちらが実際に我々のベースキャンプですね。ワンバのベースキャンプ、日本人研究者が滞在する場所なんですけれども、このように土壁でできている家がこのようにおもむろにあるんですけれども、このワンバまでように先ほどの動画のようにジョルでバイクに 4,5 時間かけて揺られながら、やっとこのようにワンバのベースキャンプに着くわけですね。はい、こちらが実際にワンバ村の私たちの基地の周りですねを撮影したものなんですけれども、はい、こちらソーラーパネルですね。1回目の動画でですね、ワンバにはありとあらゆるインフラがない、電気、水道、ガス、ほとんどそういうインフラがほとんどないような場所という話をしたと思うんですけれども、実は電気だけはちょっと供給をしていてですね、やはり研究しているとどうしても電子機器というのは扱わないといけないので、電気だけはこのようにソーラーパネルですね、他の研究者、日本人研究者たちが頑張ってこちらに持ってきて設備したものなんですけども、電気だけはソーラーパネルで賄うことができます。はい、このようにソーラーパネル、いろいろ設備を頑張って作ってるんですけども、例えばやはりパソコンを使ったりとか、あとは無線機を使う、あとは充電 GPS を使うなので、やっぱり充電器が必要だということで、このようにやっぱり電気の供給というのは必要なものになってくるので、頑張って電気の設備だけを整えてあります。でこちらが、水ですね、浄水器なんですけれども、インフラないので、蛇口をひねれば水が出るというわけにはワンバではいきません。なので私たちは雇用人を雇っていて、雇用人に川で水を汲んできてもらって、その川の水を煮沸してですね、火で炊いて煮沸して、浄水器に通してやっと飲み水として利用できるようにしています。そしてですね、もうちょっとこの、研究者の部屋の中ですね、こちらですね、個人個人のプライベートのルームなんですけれども、部屋なんですけれども、ここは実際私が使っていたプライベートルームなんですけれども、このようにいろいろなものが置かれている。例えばギターが2本ある。私結構ギターが趣味なので、ワンバでは娯楽というものがあまりないので、休日はギターを弾いたりしながら、暇を潰しているというわけですね。こちらが、私たちコックですね、雇用人が、料理をする場所なんですけども、ご覧のようにやはりガスというものがないので、火で焚き火をしながら料理をしてもらう。ここで雇用人に料理を作ってもらって、朝昼晩ですね分の料理を作ってもらって、私たちは森へ調査へ向かうということですね。ちなみにですけど、すごくゴキブリが出ます。はい、こちらがですね、お風呂場ですね。お風呂場といってもシャワーや浴室があるわけではなくてですね、ほとんどこのように竹やぶというか木々で作られたものなんですけども、こちらに、バケツを運んで、1杯の大きなバケツのお湯ですね、お湯が溜まった1杯の大きなバケツを持ってきて、ここでシャワーじゃないですけど、ほとんど水浴びのような状態で、体を洗うわけですね。でそのお風呂場ですね、水浴び場の隣がこちらトイレなんですけれども、トイレといってもほとんどもうこれ中を見たら
一目瞭然なんですけども、ほとんど、野ぐそのような汚い言い方ですけど、ほとんど穴を掘ってこちらに用を足すということですね。でこのように周りがこのように、なっているんですけども、こちら柵を作ったりとか、今柵が壊れてたのでこのように修繕してたりとか、あとこちらがバイクの修理の小屋だったかな、いろんな場所がありますね。はい、これ実際にドラム缶なんですけども、どのように利用しているかと言いますと、雨水ですね。水が本当にないので、このように今ちょっとこれかかってると思うんですけども、雨水を、雨が降った時にこの下にですねドラム缶を設置して、雨水を貯めると。そんな雨水は、飲み水には使えないんですけども、体洗ったりとか、何か汚れてしまった時の洗濯とかにはできるので、水というのは非常に貴重な資源なので、いちいち、川を行ったり来たりして水は運ばないといけないので、やっぱりそれを雇用人にやってもらうのも大変なので、やはり雨水でも利用できる水というのはこのように貯めて、水を利用して洗濯をしたりとか体を洗ったりなどしています。そしてですね、我々の基地非常に土地が広いんですけども、その土地から、一歩外に出ると街並みがこんなようになっているんですけども、ほとんど、民家はあるんですけども、自然に囲まれて非常に豊かな場所だということがわかると思います。ワンバのいいところはですね、やはり道行く人がやっぱり外国人、日本人珍しいので、やはり皆さん声をかけてくださる、挨拶でボテって言うんですけど、ボテと言ったりとか、あとはフランス語でボンジュール、ボンソワールと言うんですけれども、道行く人たちが声をかけて、挨拶をする、非常にいい街並み、村人たちに恵まれていますね。はい、以上がワンバの、基地周りですね。どのような生活をしているのか、またはワンバが日本からキンシャサに向かって、キンシャサからジョルに向かう、ジョルからワンバに行くまでの道のりについて紹介をしたんですけども、次回の動画ではですね、実際にじゃあどのようにボノボ森に入ってボノボを観察しているのか、調査をしているかという話をしていきたいと思うんですけれども、これ写真、森でボノボの観察中に、出会ったヘビですね。こちら多分バイパーだと思うんですけど、ものすごい大きいですね。1メートルぐらいあるんですかね。ものすごい、毒ヘビなんですけども、森というのはやはり危険ですね。危険な生物、危険がつきものでして、このような危険も伴いながらボノボの観察を楽しく調査をしているという話を次回の動画でしていきたいと思います。